にちは。今回はグノーシア第4話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。ようやくこの戦いの本質が見えてきた回だった。なんかストーリー的にもチュートリアルが終わった感じ。まさかグノーシアと明かした説をあえて最後まで残して発生するイベントをやってくれるとは思わなかった。鍵の描写がなるほどな、そうなるのか、面白い。あとは有利が具の回もまだか。いろいろなクルーとコミュニケーション取ってねと言われても、すでに自動アウト扱いのラキオ。原作のゲームを何周もやってるはずなのに銀の鍵関連の話をいまいち理解しきれなくて、とても新鮮な気持ちでアニメを見ている。早く乙女とレムナン来ないかな。君の抱える問題って言い方とか、やっと目的がはっきりしたし、次回から議論の難易度も上がりそうで面白くなってきた。何度も繰り返された。分かったも有利は本当の意味でと返せるの最高にエモエモのエモで好き。寄生した金の鍵の知識を満たせばループを脱出できる。単純な犯人暴きではクリアできないとは奥が深い。目的が定まりこれからが本番か。実に面白い。犯人探しのゲームじゃなくてギャルゲーの類だったか。今回でループの目的と自分がどの役、グノーシアになっても、それを全うしろって理由ができたのか。話の作りがうまいな。今回は議論はほとんど省いてシナリオ進行の回だったな。有利もいろいろわかんない部分が理解できて、精神的に楽になったかな。つまりコンプ中が宿ったのね。銀の鍵全部の CG 回収したい。銀の鍵議論中にいきなり全裸になって踊り出した有利に対するみんなの反応が知りたい。会議中にそれやったらどうなるかなって頭に浮かぶことあるよね。銀の鍵とりあえず全員の3サイズ聞き出して。知識得たいからループさせるなら黒幕子の寄生体生物じゃ。銀の鍵を満足させつつ銀の鍵が満足して離れたループ最終回では自分が生き残らないといけないってか。まあ無理だったから仕方ないけど、初回でグノーシアだった SQ ちゃん凍らせておけば銀の鍵を使わなくて済んで最速クリアだったわけね。説かっこいい。めっちゃ相棒感出てきた。今回を説視点で見ると自分がグノーシアで人狼は負けたけど有利のイベントを起こせて銀の鍵が少し溜まったことになるのかな。平然と100回言ってるがメンタル死ぬやろ。イチャイチャに巻き込まれてステラが死んだ。グノーシアに感染してても自我はそのままなんだね。ただ人間を消したくなるんだと。それも自我の強さによる。自我が強いとほとんど変わらない。わからん。ループした有利王説がグノーシアだったらどう立ち回るべきなんだ。最初にラキを吊るす。グノーシアの時しか見れない CG を回収する。グノーシアが自供しても表誘導できなきゃ意味ないのか。よくできてるな。俺わかったかも。ラキオが毎回初日に吊るされるから、ラキオに関する知識集めるのがクソ難しいってこと。ラキオコールドスリートが省略されたのは正直笑っちゃった。はいつものですみたいな。制作がラキオのこと好きすぎる。ユリコがアニメではセンスを振り回すキャラになっていた。銀の鍵がまた一つ満たされた。リザルト見たらユリコがエンジニアなの黙ってた。少人数だと名乗る。その日でお亡くなりだからまず出てこないよ。ゆり子様すげえ偉そうに重道指名してたけど外れてんじゃん。別にあれ当てる気はないよ。とりあえずこいつ吊るして情報揃ったところで考えようみたいな感覚でやってる。ユリコ様マジでゲームでもこんな感じだからな。特に序盤。まあわかんない時とりあえずラキを貸しげ道みたいなところあるし。ユリコがグノーシアに襲われた時どんな悲鳴を上げるのか今から楽しみ。ぜひ無様に泣き叫んでほしい。レスキューはどんどん人気になるわ。固有のオタクくん大好きでしょ。はい、大好物 SA。存在なかったことになるパターンもあるのか。グノーシアまみれの星から逃げ切ったメンバーなんで、助かってるメンバーがループごとに異なる。追加、あやねると中村雄一。来週部のコメットに食われるのは確定的だな、ゆうりくん。これでおっぱい増えたからいっぱいは確定だな。
正直コメットに負けるようなら有利は本当にノッパイに負けてるとしか言いようがない。人増えまくったら1話丸々議論で、前具の判明次回持ち越しガチ人狼会とかも欲しいな。銀の鍵によって人狼ゲームに人間ドラマの面白さも加わったね。目標は乗員たちの情報収集。人狼としては敵同士でありながら互いにリスペクトする有利と説に感動した。晴れやかなリスタートとまた増えた乗員にワクワクが止まりません。ループのあれが星の鍵、生命体だったというのは驚きで、ループの謎と目的が判明する回だった。3話でループしても選択肢で未来も変わるようなことをラキオが言っていたけど、毎回変わる未来、前に進まない未来、有利と説の記憶には蓄積され残るからきつそう。場を誘導するくせ者巫女の百合子、個性的な乗員が加わる一方で、ループの謎を引っ張らずに明かす大胆さと、その上で新たな興味を刺激するうまさが素晴らしい。説への信頼は今後挑む上での心強い前提要素となるか。開幕百合子様がセンス持ってて草。特に言われのない暴力が茂道を襲い、有利の主人公補正も解除。ちゃっかりエンジニアであることも伏せて下々に語らせるなど、まさに百合子様してた。でもアニメ説は割と話の根幹をすでに握ってるから、百合子様の役割はゲームよりは少ないかな。出た、ゆり子選手の高カリスマステータスからの大げさに言う。そしてライアンクローだ。原作より船員情報が埋まるのが早い。原作そのままではなくアニメとしてシナリオを書いているのは絶妙な。さまざまなイベントの回収の仕方が本当に見事だし美しい。まさか節とのあのイベントやるなんて思ってなかった。あと百合子の印象がゲームとはかなり違って見えたかも。センスのイメージとかあんまりなかったし、 A パートで久々に初日コールドスリークならなかったと思ったら B パート始まった途端に凍らされてて、さすがの私でも見逃してしまった。ラキオが何をしたというんだ。これを踏まえた有利の動きも気になる。とうとう議論カットで釣られるところまで行き着いてしまったラキオクさ。前回に引き続き割烹着ジナが出てきたし、ラキオゲーとジナに愛を注ぐことに全力すぎるアニメスタッフ笑う。やはり正ヒロインは節か。ここはまた静かな波及の重要回。連日のターンすら描かれずに凍結されるラキオには笑ったけど、登場人物の情報を集めていく鍵が文字通り鍵とは実にゲームらしい。節が毎回言い分かったはそういう興味が尽きない。今回有利と節の会話で後半、横顔のシーンが多く印象的だった。節の前髪が片方だけ止められていているから、左右それぞれの横顔が男性的にも女性的にも見える。班の設定を踏まえてると感慨深い。ループする理由は全員とたくさん話してイベントを全て回収するため、いかにもゲーム的だけど面白いとなるとまだエンディングにはたどり着かないと分かっているから、今回の有利みたいなステプレイができるとゲームをアニメとして納得できる脚本にうまく落とし込んでいるな。有利と節の戯曲のようなダイアローグ回、前には一番見応えのある一話だった。目的が生存から知識の蓄積へと転換したことで、3話の絶望を緩和しながらも途方もない未来への落胆を感じる妙々たる展開。ループ人狼ゲームの謎を明らかにし、今後の目的キャラの掘り下げを明確に示す転換点。ゲーム原作のアニメ化という難しさはあるものの、物語への興味とキャラ含めた見応えが抜群にいい。人狼を知らない人にルールや考え方を説明し、原作を知らない人に世界観を説明し、原作を知っている人が飽きないように展開しなければならない。かなり難しいシナリオだと思うが、ここまで完璧。敵味方を超えた説との特別な関係、それでいて本気で戦う理由付けまで丁寧。面白いです。作品の方向性は今回で説明されきったと思う。にしてもあの星船は何に対し誰が祈っているんですか。乗員が生贄だとして何へ捧げられてるのか。古典 SF だと思ったら時空を超える銀の鍵が出てきたので、クトゥルフ的な神様がいる世界観なのかな。ゴールが変わった。ラブクラフト作品の銀の鍵は時空次元を超越し、宇宙の真理にたどり着くという。
この知性生命は何者の意志か。100回ループしても半分。そんなディープラーニングを強いているのは誰か。この物語は AI の作り出した楽曲かもしれない。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。